肥後の国、現在の熊本県の海中に毎夜光るものが出るので役人が見に行った。すると図のようなものが現れて、私は海中に住むアマビエというものである。今年から6年間諸国豊作だ。しかし病が流行したら早々に私を移し人々に見せなさいと言って海中へ入っていった。右は移し、役人が江戸へ報告した際の移しである。弘化3年、西暦1846年4月中旬。アマビエが出現したとされる熊本には八代海があり、九州本土と天草諸島に囲まれた内海で不知火海とも呼ばれ、蜃気楼が観測されている。光るものは蜃気楼とも関係があるのかもしれない。アマビエの出現よりも以前に豊作の吉凶や疫病の流行を予言し、移し伝えることを話した妖怪たちが他にもいる。アマビエ出現の2年前、天保15年、西暦1844年に現れた毛の生えた3本足の猿のような姿をした天彦。3本足、豊作の吉凶、疫病の流行を予言し、移し伝えることを話した点など、アマビエとの共通点がいくつも見られるが、猿のような姿にトンビの声で人を呼ぶ、口が赤い、病で6割が死ぬという具体数など、若干の相違点も見られる。こちらは同じく天保15年、西暦1844年、場所が変わり、越後の国浦部、現在の新潟県に現れた天彦。こちらも内容はほぼ同じだが、出現場所、病で7割が死ぬなど、数字の面で違いがある。栃木県足利市の国指定史跡足利学校でも、大正5年、西暦1916年に発行された百科事典公文庫に記載された天彦が発見されている。こちらも内容はほぼ同じだが、天保14年、西暦1843年の話として解説されており、他の天彦よりも1年早い話として記載されている。江戸時代に個人がお守りとして書き写したとされる天彦。天彦の伝承がこのように個人個人に書き写され、広まっていったことを物語っている。明治に入っても天彦の記述はいくつか確認できる。これは明治時代以降のものと思われる天彦。これは明治15年、西暦1882年、猿のような姿をした天彦。当時、たびたびコレラが発生し、コレラよけのお守りとして市民に流行しており、愚人を惑わし、甚だ予防の妨げになると、天彦の写しや像を発売禁止にしたという記事が刊行されたようだ。医療が発達し、コレラ病予防法心得といった予防法が出る中、まじないや祈祷といった迷信を排除していこうという時代の流れが垣間見える。戦術と同様の理由で明治時代の新聞に掲載されたと思われる妖怪だが、アリエとなっている。図では毛が描かれておらず、足も4本見える。
これは日向国、現在の宮崎県入野浜沖に出現したと言われる天彦入道。顔は翁の顔で、体は鳥のようでもあるが、鱗がついており、足は9本見える。天彦と同様、豊作の吉凶、疫病の流行を予言し、移し伝えることを話した妖怪たちの中には、山中に現れるものも存在する。肥後の国天草郡の山中に出現したとされる山わらわだ。全身が毛に覆われ、三本足の特徴は一致するが、顔はどう見てもただのおじさんである。同じく肥後の国天草郡の山中に出現したとされる肥後の三足予言獣。山わらわと特徴がよく似ている。アマビエやアマビコたちよりも前の時代に出現した人魚の姿の予言獣も存在する。文政2年、西暦1819年、肥前の国、現在の長崎県と佐賀県に出現したとされる神社姫だ。我、竜宮よりの使いと名乗り、アマビエと同様、豊作の吉凶、疫病の流行を予言し、消えたという。同様の妖怪で、姫魚と呼ばれるものもあり、コロリ、現在のコレラを予言したと言われている。この姫魚や神社姫はいずれも人の頭に魚の体、鱗は金色に輝き、尾びれは三つ股の剣のように分かれている。角が生えていることを除けば、アマビエの特徴と酷似している。こちらは戦術よりも古く、文化2年、西暦1805年に出現した悪魚として紹介されており、似た姿だが赤い手があり、尾びれも丸い。越後の国、現在の新潟県佐渡の海に出現したと言われている亀の体を持った予言獣。この錦絵は江戸時代頃に刷られたものと思われるが、寛文2年、西暦1662年の伝承を伝えたものと思われ、ここで紹介している伝承としては一番古い。越後の国に出現したと言われている海出人。容姿は神社姫などのように人魚に似ているが、巻貝の船に乗り波間に浮かんでいる。いずれの妖怪たちとも容姿が違うが、九段の存在を忘れてはならない。これは天保7年、西暦1836年の瓦版の写し。丹後の国の倉橋山の下の山中で、人面牛身の怪物、九段が出現した。この九段の絵を貼っておけば、家内繁盛し、疫病から逃れ、一切の災いを逃れ、大豊作となる、めでたい獣である、と掲載されている。妖怪九段は江戸時代に入ると大凶事の前兆として解釈され、恐ろしい存在として描かれることも少なくないが、元はアマビエたちと同様に豊作の吉凶や疫病の流行を予言し、移すことで厄災を逃れるというありがたい妖怪のようだ。ここで紹介した妖怪たちはいずれも豊作の吉凶、疫病の流行を予言し、移し伝えることを話した点などの共通点が見られ、容姿でもいくつかのグループに分けることができる。
魚の体の妖怪たち。獣またはケムクジャラの体の妖怪たち。三本足または尾びれの妖怪たち。時系列から考えると、古くから言い伝えられてきた神社姫や姫魚のような海の妖怪たちが、天保の大飢饉を境に獣の姿の九段や天彦として広がり、神社姫たちの姿と合わさりアマビエになったのではないか。飢餓や疫病の苦しみの中で生きる希望の光として生まれたアマビエたちは、現代でも水木しげる先生をはじめ多く描かれ、医療の力と個々の力で疫病に立ち向かうと同時に、疫病退散の希望の光としてなおも広がっている。疫病が一刻も早く収まりますように。